こんにちは。柴崎ですよ。ねえ、お元気ですか？そう。よかったね。はい。柴崎もね、今日もご覧のように元気に絵描いてます。いつもね、たくさんのコメントとね、高評価、ありがとうね。もう柴崎もね、本当に楽しみにしてるんですよ。またね、もしよかったらね、チャンネル登録もちょっとお願いできると、なお、嬉しいです。さて、今回のテーマはこちらです。はい。アクリル画紙ですね。今日はこれを使ってね、ワンちゃんを描いてみたいと思います。実は柴崎はですね、毎週の水曜日、夜の9時半から30分間ね、E テレで3ヶ月でマスターする絵を描くというね、番組に出てます。知ってました？見てくれたかな？これ6月いっぱいね、次々と内容を変えながらやるんですけどね。その中で柴崎は、ワンちゃんをね、描いてるんですよ。今日はそのワンちゃんをね、もう一回、ちょっとスタイルを変えてね、しかも、ほとんどノーカットでね、あなたにお見せしようと思います。ね。だから、よくご質問いただくんだけど、一体いつもね、あの動画はどのくらいの時間で書いてるんですかとかね。そういう疑問に思ってるあなたもね、今日ほとんどノーカットですからね、じっくり見てください。ね。そうやって、こうやって手順で書いていくのかとかね、楽しんでもらえると嬉しいです。と言いながら、今から書くんだけどね。はい。それでは、このアクリル画紙でワンちゃん、行ってみましょう。はい。はい。ね。今日はこのワンちゃんをね、描いてきますよ。これですね。かわいいでしょ？はい。そして今日はこのアクリル画紙でね、色をつけています。色、こんな感じです。ね。今日パレット広いでしょ、結構ね。はい。紙パレットですよ、これね。そして10号の平筆で塗っていきます。他の筆も使うかもわかんないけどね。とりあえずこれです。さてと、ワンちゃんですけどね。まず、鉛筆でちょっとね、形を描きましょう。まず犬の特徴ですね。犬の特徴はね、胸が大きくてね、腰が小さいという、それが特徴ですね。だから結果的にこんな感じです。ね、ここ胸が大きくて腰が小さい。こうですね。そしてここに円筒形の首がついていると。頭はですね、ちょっとこう、箱みたいな形ね。そういう形としてね、考えるとね、ワンちゃん、理解しやすいんですね。ちょっとこっち向いてから今日、こっち向きの箱ですよ。ここは中心線です。はい。そしてここのところにこう斜めになってここに耳がつきます。こんな感じですね。ここね、この口の部分の、とんがりですね。鼻がついてるところです。ここね、U 字形の形してます。もうちょっとこっちかな。ちょっと直すね。こんな感じかな。ここだよね。ほら。ね、U って一応逆さにした感じ。英語の U ですね。それとここに大きい鼻があります。口の先もね、ここも逆さにした U っていうような形です。こうだよ。どう？ね、ワンちゃんの特徴見えたでしょ？はい。じゃあこれでちょっとこういうとこ形を少し削っていきますね。箱からね。こうです。で口だよね、ここね。はい。ここね、このぐらいかな。舌を出してるね。ワンちゃんの特徴ですね。はい。こうやって口がで舌が出てるという感じです。このくらいでいいかな。でお目目ですけどね、ここにちっちゃくです。このあたりね。はい。
耳も描いて首も描いてですね。で胸なんですけど、胸もね基本的に箱なんですね。ここね、こんな形のね箱なんですよ。はい。でね、上と下の具合です。足はねここについてます。よいしょっと。ここがね、ここが、手首。はい。こっちからこう来てかな、こうで手首、そして足先ですね。では腰描きます。こうなってですね、ここからだけどね。そしてね、やっぱりここ特徴があるんだよね。こうなってね、こうなってんだけどね、これ足先だよね。これ分かりやすいな。ここが膝、ここがかかとですね。そして足先です。はい。今日ほとんどねノーカットでねお見せしますからね。はい。ここにね写真あるでしょ。あなたも一緒に描いてみてください。さてこれでじゃあだいたい形描けたので塗っていこうかな。はい。ね、さっきもお見せしたアクリルガシですよ。はい。まずこの回鮮やかなねちょっとオレンジっぽい色に、茶色っぽい色を足した色、これが、今回のワンちゃんのね、体毛の原型色かな。それをたっぷり塗ってきますね。はい、こうです。ただ今日のワンちゃんはこの色だけじゃないんだよね。白い体毛とかもあるからそこはちょっと難しいかもわかんないけどね、頑張ってやっていきましょうね。さあ待ってくださいよ。こうなってここら辺かなって待って、こう塗ってと今資料を見て考えてますからね。はい、じゃあお顔塗りましょう。はい、お顔です。これね結構小さい画面に描いてるんですよ。で今日背景を塗らないように描きたいと努力してるんですけどね、だからこういうとこはみ出さないように描くのはちょっと難しいんだよね。若干おっかなびっくりになってますけど、その点ご容赦くださいね。はい、もっとね背景を塗ってしまえば問題ないんだけど、今日できるだけ我慢して背景を塗らないでですね、ワンちゃんだけ塗るようにしますからね。はい、そしてもうこれは白い毛と茶色系が混ざってるからね。はい、でもこんな感じかな。こっちもあるね。はい、ちょっとはみ出ちゃうかな。いいね。はい、足の方もそうです。ここもちょっと茶色い毛が見えるんだよね。はい。今資料とね見比べっこしながら書いてますね。はい、柴崎は。よくね資料を見るんですかって聞かれるんですけども、ワンちゃんの特徴はね柴崎ね話すことができるんですよ、あなたにね。ただこのワンちゃんはどうかっていうことはねやっぱりわからないんですよね。なので今回のこのワンちゃんに限って、資料を見て書いてますよ。はい、と喋りながら書いてるんだけどね、今白い毛もちょっと塗りました。はい、今度日陰の部分ですね、白い毛の。はい、日陰ですのでちょっとくすんだブルーっぽい色ですね。こうです。さっき言ったこれ箱の形だったよね、胸のとこ。はい、でもこうの足ですね。ここも白い毛だから同じ色で塗っちゃいましょうかね、まずね。とにかくはみ出すのがはみ出さないようにちょっと我慢して塗りますね。首も円筒形です。ここですね。日陰の中でも特に暗い日陰もありますよね。このように立体的に描くにはこういう、強弱が必要ですね。だからここなんかも暗いわけよね。このくらいかな。この胸ね、ここ胸真ん中割れてるんですよね。よいしょ。こうやってね、人間も胸縦に割れてますよね。
同じです。はい。でここは花面だよね。ここも白い毛の日陰なのでこんな感じかな。ちょっと15の平腕縫うのはもうこれ限界かな。こうですね。はい。はい。こっちも白い毛の日陰の面だからこんな色だよね。さっきのね箱で描くというのあれを思い出してくださいね。はい。足の方も同じです。はい。こう白い毛の日陰の部分ですね。お腹の方に少し白い毛がこうかかってんだよね。こういうのって本当に資料を見ないとわからないですね。はい。足のとこもね裏側は真っ白なんだけど表のとこ少ししか白が見えないんだよね。でもこう日陰だからこんな色だね。ちょっと待って色作ってます。はい。でさらに日陰の中のもっと暗いところをこう塗るとどうかな。ね、向こう側の足とこっち側の足の違いが見えてきたでしょうか。こんな声だね。こうかな。でこれをこっちまで伸ばしてきてと。はい。これもこう書きながらね足の、形態感書いてきますね。ちょっと太くなっちゃったかな。まあ頑張って書きますね。なかなか大変なんだけどね。はい、こっちの足ですね。つま先もこうです。ここもつま先日陰だからこうだね。つま先ですね。はい。さあどうかな。少しこうね全体の形態感見えてきたかな。こうだね。じゃあおっぽんのとこですね。おっぽんのとこもなんか白っぽい毛の部分とそうでないところあるんだよね。でふさふさしてますよね。ちょっと待ってね。ここだね。こうかな。くるっと巻いてるんだよね。はい。よいしょっとくるくるっとこうね。こういう感じかな。尻尾がいたらちょっとワンチャンらしくなってきたな。よかったよかった。はい、ちょっと待ってね。それでですね。もう少しこう暗めのこんな色がちょっと混色しますね。それでこう胴体のところ塗ります。ここ日向なんだけど、こう胴体のこう円筒形の感じですね。それから、毛にちょっと光沢あるからですね。日向でもちょっと暗くなったりしますよね。してますよね。そんな色です。思い切ってこう色を作ってこうのせた方がいいですよね。このくらいでしょうか。こうするとブルーっぽく塗った色毛の部分がね白い毛に見えてくるでしょ。はい。この強い色でいいね。こっちもちょっとこうかな。こういう時このアクリルガッシュっていいよね。失敗したらっていうことはないけどまた上からね塗り直せるので色をね大胆にこう使うこともできますね。はい。よしと。耳の方もやろうかな。ここら辺も暗いんだもんね。こんな感じに思いっきり暗くです。ここね額のとこはこう割れてるんですよね。そういう暗さとかですね。ちょっとずつこう入れていきましょう。はい。この目のこれもちょっと暗いよね。これもそうかな。こういう具合だね。だいぶ立体になってきたかな。はい。ちょっと日陰っぽい調子ですね。はい。ですね、それでここをちょっとこれお腹の向こうに入っていく日陰の部分だからこういう感じかな。こうやったね。やっぱりお腹の下と暗くですね。で向こうの足のここもちょっと暗くして2本の足の距離感を作っていきますね。はい。足の立体感ですね。どうかな。こうです。よしよし。
そしてちょっと待ってね。ちょっと色作ってきますね。はい。はい。あ、見えてる？はい。こんなね、明るいちょっとイエローっぽい色で、今度は白い毛の日向のところになりますね。はい。こうだから白の、暖色ですね。はい。こうです。これでこう白い毛のところにも立体的になってきますよね。向こう側はね、こう少しグレーっぽい色にします。こんな感じですね。はい。そうするとこう本当にこう強く光が当たった白っぽいところと、光は当たってるんだけども光が弱いところですね。その違いが出せます。ここ強く光が当たってるところだよね。もうここまで来るとそういうところ見極めないといけないよね。はい。ここは強く光が当たっているので結構白っぽくですね。ちょっとぼかすね。はい。こういうね、同じ白でもあるいは同じ日向の白いところでもそれがどうなんだろうってやっぱり見る必要がありますね。はい。じゃあちょっとこの辺もですね。はい。色は見えなくてごめんね。はい。こうです。もうちょっと明るい色ですね。で、さらにこう日向のこの色のついた毛の部分中のまた明るい部分ですね。ここ今から重ね塗りしてます。こうだよね。でもこう最初に塗った下のねオレンジっぽい色は残すように塗っていきますね。はい。ちょっとドライブラシ風に塗るというわけですね。はい。じゃあお顔のとこもですね、光の方向と最初に考えた箱の形を頭に置きながらね、ほらこっちの面ほら強く光当たってるところですからね。お耳の形を修正しながらですね。これになるとあれをね、ちょっとの場合でだいぶ感じが違っちゃうからね、もう丁寧に描かないといけないんですけどね。はい、こんな具合です。ちょっと待ってね。はい、今日はできるだけですね、あなたにもワンちゃん一緒に描いてほしくてですね、できるだけノーカットでね今お見せしてますからね。はい、そしてぐっと強い色ですね。このくらいだよ。やっぱりこのなんていうかなねえ、日陰も日向も思い切った色をだんだん乗っけてくるっていうのは大事ですね。はい。よしとこれでこれでいいかな。ちょっと待ってくださいね。はい。では暗くですね。今度鼻のあたりを描いてみようと思います。こうですね。はい。ここだね。ちょっと待って。もうさすがにちょっと辛いから細い丸筆取り出しましたよ。はい。ワンちゃんの鼻です。ワンちゃんの鼻って結構大きいんだよね。で黒いんだよね。はい。ここですね。それからお目目ですね。お目目はちっちゃくでしたよね。はい。ちっちゃくです。ちっちゃいなんていうのかな。長三角みたいな形だね。はい。そしてから口ですね。まずこう真横に引くような感じにしてこうだよね。はい。今日のワンちゃん結構ご機嫌にこう笑った感じに見えるからね、そういう口ぶりにしたいかなと思います。はい。口の中思いっきり暗い色ですね。そしてお耳の中も暗い色を足します。お耳はこうなんていうかこう中ぐるっと湾曲してからね、こういう具合ですね。はい。どうかな、少しずつ感じになってきたかな。こういうところ少しずつ補正しますね。はい。できるだけ可愛い感じに描きたいんだけど、でもそれ以前にもワンちゃんらしくならないといけないからね。はい。ちょっと待ってね。はい。腕をきれいにして、こういうとこですね。白い毛の部分ですよね。これ白い毛だったりそうじゃなかったり微妙で、しかもそれが
日向だったり影だったりしますのでね、やっぱり資料を見ないと分かんないですね。はい、こうです。ほっぺの具合ですね、ここら辺。よいしょと。こう描きながらね、最初にこう話した鼻のこう出っ張りですね。そこを大事にしなきゃいけないですよね。ここですね。はい。ここだよね、鼻の出っ張りです。よいしょと、こうやって、こっちはデッサンできると、面が違うというんですけどね、違う形ですね。それでこれは茶色い毛なんだな。こうなっていて、資料ね、今見比べながら書いてます。できるだけ似るようにしたいからですね。こっちちょっと茶色い毛が見えるんだよね。そっかそっか。こういうとこもちょっとした具合で表情がガラッと変わりますからですね。ワンちゃんの特徴はこうだよって書いてしまえばそれでいいのかなんだけど、それでもね、できるだけ資料に似せてみたいと思ってるし、できれば可愛くなった方がいいですよね。頑張りますね。はい。お目目のあたりですね。こうかな。こうなってる。はい。それからちょっと待ってね。ここもこのくらいかな。このくらいだね。これのこう目と鼻の位置関係でちょっとした感じで微妙ですよね。はい。人間もそうなんですけどね、本当に表情ってのは少しなんですよね。はい、こうなってもうちょっとこうふっくらした感じのお顔かな。そうだね、もうちょっと可愛い感じだよね。こんなのも1ミリぐらいの塗り方の違い、1ミリ以下だよね。でもそこら辺が表情を大きく変えるので、なんとか頑張りますね。はい。こうなってですね。ここら辺大事だよね。はい。お目目と額と、それから鼻の位置関係ですね。はい。このぐらいかな。ちょっと似てきたかな。どうだろう。お耳のとこもですね。こう柴犬なんか耳が丸いんだよね、なんかね。はい。柴崎はワンちゃん飼ったことないんですけどね。ワンちゃん飼ってる人から見るとね、柴犬飼いてると結構ね、それっぽくなってるかどうかって見るでしょうからね。ちょっと力抜かずに行ってみますね。こういうとこも、その辺頑張ります。こう来てとこうだよね、目のあたりね。よっと待ってくださいよ。こう来てこっちのとここら辺に、そうだな。こんな具合なんだね。よく見ると改めてその都度発見がありますね。はい、こうだ。よし、どうかな。ちょっと待って。はい、どうですか。あなたも一緒に描いてるかな。で、鼻ですね。はい、形をちょっと整えますね。はい、このくらいでいいかしら。こっちもこうかな。はい、そしたらちょっと待ってください。ここにハイライトですね。ワンちゃんの鼻、ツヤツヤ光ってるのでね、そういう感じです。はい。ここに鼻の穴のとこもちょっと光ってるんだよね。そういうとこも描きましょうね。口周りですね。はい。これもなかなか表情ですからね、微妙な感じなんですけどね。はい。これちょっとの具合でこう感じが変わるからですね。
こうかな。この口のこの口角の上げ具合ちょっぴりでもね、まあ人間もそうだし、こっち待ってください。ここのところもうちょっと顔丸いかな。はい、ここだね。ちょっぴこのくらいかな。これでも印象変わるよね。と口周りですね。はい、これでこう首の方にずっとつながってんだね、形がね。このくらいふっくらしていくかもわからないですね。こうかな。どうだろうか。はい。でちょっと待ってね。じゃあ口の中ね塗りましょうね。はい、ここですよ。はい、舌ですね。まあワンちゃんって言ったらね、もういつもこう舌を出してるって、まあそういうイメージですけどね。ここは健康的な赤の色です。そしてこう口のへりでね、ここ日陰になってからここ暗くして、真ん中もちょっとこうだね、へこんでる。はい。舌出すと急にワンちゃんらしくなるね。こんな感じでいいかな。それからここ、下のまあ口のとこ日陰になっているとこですね。こんなとこも。ここら辺もまあこの口角の上げ具合もちょっぴりで表情は変わるからな。どうかな、これでいいかな。お目目をちょっと直そうかな。はい、このくらいと、まあ、ちょっぴりだね。ここね、顎の下ですね。少しだけちょっと調子入れようかな。はい、これでお顔が前に出てきたかな。よしよし、どうですかね。ワンちゃんらしくなったかな。で、もうちょっと色をですね、元気よく。どうしてもこのアクリルガッシュっていうのはこう乾くとですね、少しこう暗くなるんだよね。だからもう一度ね、こうやって明るくて鮮やかな色なんか上から乗っけてあげるといいですね。こんな感じです。どうでしょうか。まあちょっぴりですけどね。はい。ちゃっちゃっちゃっと塗ってですね。はい。ホワイトをたっぷり用意して、今度はここですね。この最初に言ったね、鼻面っていうかですね、ここ前にポンと出てるところですね。そこを厚塗りします。ホワイトをたっぷりとですね。こうだね。はい。この形態感を強く手前に出るようにですね。こんな具合です。はい。どうかな、ちょっと変わってみる。はい。ここのとこ少しこうしようかな。だからこっちもちょっと暗くかな。ここね。こうやった方がいいね。この方が鼻の形が強調されるよね。はい。またこう元気のいい色ですね。鮮やかな色を上から重ねていきます。やっぱりこういう時ってこの暖色って大事ですよね。生き物を描く時ですね。特に温血動物というかね、温かい血を持っている動物には暖色大事ですね。はい、首周りもちょっとはっきりさせましたよ。これでどうかしら。よし。待って、もう少しかな。もう本当に微妙なとこ触るようになっちゃうけどですね。ちっちゃい絵だからね、もう大きく描きたいんですけど、本当にね、わずかなさ、表現になっちゃうけどね。はい。さて、これで足元をちょっと強めてと。ここのとこかな。はい。尾っぽですね。尾っぽのこうふさふさ感ですね。もうちょっと毛の量を多く描きましょう。こうかな。でこっち白っぽい毛のところのひなたんぶんですね。こうだよね。こうやって
ふさふさっとした、ね、毛の質感。はい、指でぼかしをかけてですね、ふわっとした感じです。どうかしら。どうかな。はい。このくらいでいいかな。はい。よし。なんとなく感じになったかな。うん。ね、まあ、あなたの参考になれば、柴崎もとっても嬉しいんですけどね。まあ、このイヌ科の動物ですね、みんな同じですからね。ワンちゃんができると何でも描けます。はい、足元の影描きますよ。シュッとこっちに塗ってですね。存在感ですね。ここからこっちですね。はい。後ろもちょっと伸ばしてですね、描いておきます。こっちです。はい。さあ、どうかな。ねえ。ちょっと長い時間付き合わせちゃってごめんね。はい。これでワンちゃんですね。ちょっと顔少し丸くしようか。どうかな。はい。これでワンちゃん出来上がりです。はい。ねえ、書き終わりましたよ。これですね。どうだった？面白かったかな？うん。ねえ、まあ、絵を描く、もう様子ね、楽しんでもらえたら、柴崎もとっても嬉しいです。一つちょっとお知らせがあります。柴崎は、アートクレヨンを使ったお教室を月に1回開いてます。場所は、東京中央区にあるペンテルさんの本社の中にある教室です。本当に立派な教室ですよ。ね、毎月柴崎ね、いろいろテーマを工夫してね、あなたとね、アートクレヨンで追いかけするのを楽しんでますのでね、あなたもいかがですか？お待ちしてます。はい。まあ、ただね、ちょっと場所の都合上ね、人数に限定がありますので、この動画のね、概要欄からちょっと覗いてお申し込みくださいね。はい。さあ、今日も長い時間ね、最後まで見てくれてどうもありがとう。ね、また次回違うテーマ、そして違う作品で柴崎はあなたとお会いしたいと思ってます。ね、それまでどうぞお元気にお過ごしくださいね。はい。またすぐにお会いしましょう。はい。どうもありがとう。はい。またすぐにね。